はい、どうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画では今見ていただいているようなこんな感じのイラストを動かしていく方法をご紹介していきます。で、この映像はですね、以前私がどっかで紹介したかもしれませんが、アクションムジカという、私のサブチャンネルの方でですね、音楽専門チャンネルをやっているんですが、そこの方で、流したミュージックビデオになります。で、こんな感じでですね、水戸家という、水戸家のひろひとさんっていう、方がいて、その方とコラボで、イラストを送っていただいて、で、そのイラストをですね、こんな感じで動かしてアニメーションにするという音に合わせて、バウンスさせるこういうアニメーションを作っております。で、今回はこんな感じのね、ちょっとイラストを動かしていきたいと思います。で、細かく見ていきましょうか、じゃあ。ということで、アフターエフェクトに行くんですが、これが元の動画ですね。はい。動いております。動いております。ということで、この動かしているこの映像の細かく見ていきたいと思います。まずですね、細かく見ていくと分かると思うんですが、普通のイラストとかを、集めまして、それをですね、細かく、例えばウィンクしたりとか、ウィンク、若干唇とかね、ちょっとニコっていう風に動いたりとかしてたりとか、あと、髪の毛を動かしていったりとか、背景のパーティクルだったりとか模様とかを動かしたりとか、そういう動きを、取り入れております。ということでですね、この細かい動きとかを作っていくんですが、どういう風にできているのか、これから見ていきましょう。あと目をピカーンとちょっと光らせたりとかね、こういう動きとかを入れてますね。こういう動きがどういう風にしてできているのか、ちょっとじゃあこの雪女さんで、見ていきましょう。雪女さん、こう見ていくんですが、これ、まずカメラ2分割しております。で、カメラ1が、バストアップのところですね。この胸から上の部分が映っている部分、ちょっと遠くからのアングルです。ここからのショット。そして、ここのところで若干目とかが動いてますね。で、カメラ2のところで、こんな感じで、クローズアップ、顔のところをアップしております。ということで、この2点のカメラなんですけれども、実際はですね、このカメラ全部表示にしてみましょう。オフにしてみます。すると、ただただ女性がこういう感じでですね、ちょっと目とか動かしたり、目とか口とか動かしたりしている状況ですね。あと、イヤリングとかが動いたりとか、あと髪の毛が揺れたりとかしております。で、その後ろにですね、背景、ちょっとこのビロンビロンの、これはちょっとオフるんですけれども、背景のこの女性もそうですね、これをコピーしてそのまま配置しております。で、こういう感じで作っているんですが、じゃあどうやってイラストを動かしているのっていうことで、これをダブルクリックしてシーケンス見てみましょう。すると、こうやって動かしているやつが出てきているんですが、もう見てお分かりの通り、一つ一つですね、髪の毛一本一本、こうやって動かしているんですね。髪の毛一本だったりとか、こういうのを1本というのが、ひとまとまりですね。こういうのを動かしています。それぞれ。こんな感じで、うねうねうねとこういう感じで髪の毛を動かしていったりとか、あとは他にこう、これもうねうねだったり、あとイヤリングですね。イヤリング、ピアスかな。そういうのを動かしたりとかしてます。で、この、眉毛に関して、眉毛じゃない、なんだこれ。まつげ。これも、切り取ってですね、ウィンクだったりとか、まぶたの動きとかを作るときは、この、上のアッパーアイリッドって書いているんですけれども、この上のまぶたの動きだけをこうやって動かしております。で、これどうやって動かしているかっていうと、以前も紹介したこのパペットピンツールですね。キーボード U を押すと、こんな感じでパペットピンツール、それぞれ動きができていると思います。キーフレームってその都度このパペットピンを動かしていくという、非常に今見てみるとすごく簡単な作りになっております。で、これを見ただけでもできる人もいるのではないでしょうか。以前から私がPhotoshop と After Effects を使って写真を動かすというのをやっていたので、これが分かった人はもう作れると思いますが、今回は実際に一つ一つ作ってみましょうということで、Photoshop へ GO。Photoshop へ行くと、こんな感じで、雪女さんいますが、ここにですね、髪の毛だったりとか、いろいろと Photoshop でレイヤー分けしております。で、こんな感じで、早速 Photoshop を使って作っていきましょう。ということで、別のところにですね、この雪女さん準備しております。実はですね、これを収録する前、ミスってしまって、この雪女さんっていうか、女性をですね、アフターエフェクトに入れたところ、全然読み込まれないっていうことが起きましたので、それは NG ボックスに入れて、で、これはですね、なんていうんですかね、何が原因かっていうと、ここの設定が RGB か、それとも、なんだっけ、なんとかかんとか、確か
コマンド N で新規ドキュメント作成することができるんですけれども、ここの新しいドキュメント、新しい書類を作ったときにですね、ここのカラーモード、これをですね、CMYK カラーにしておいたんですね。で、これを RGB カラーにしていないと、Photoshop を After Effects に読み込んだときに、レイヤーとして読み込まれないということなので、ここの設定は RGB カラーモードにしておくようにしてください。さあ、ということで、早速ですね、いろいろと作っていきたいと思います。ということで、まず最初にですね、いろいろ細かく作っていっていいんですが、じゃあ今回はイヤリングと、あとウィンクというか、目のここのまぶたの動きの部分だけ作っていきましょうかね。ということで、これをですね、見てお分かりの通りですね、すべて切り抜いていくとですね、めちゃくちゃ時間かかるんですね。実際私、このイラストを、なんていうんですかね、動かすのにかかった時間が、イラスト1枚作るのにどれぐらいかかったかな。なんかね、すごい時間かかりましたよっていうとざっくりなんですけれども、なんかこうやって切り抜く作業自体でやっぱ1、2時間かかったかな、2時間ぐらいかかったのと、それをアフターエフェクトに読み込んで、動かしていくのにまた1、2時間かかったっていうので、あと最終的な編集でまたかなり時間かかりましたので、やっぱ結構時間かかってますよね。ということなので、根気のいる作業っちゃ根気のいる作業ですね。ということで、こんな感じで、ぐだぐだ喋りながら言っていくと、こんな感じで、うまい具合で、いや、これもうちょっと適当に切っときます。はい、切りました。こういう感じでイヤリング切っておいたら、このウーマンと書いてある、今、ウーマンって名付けたんですけれども、これに選択した状態でコマンド J を押して、このイヤリングを選択した状態で、コマンド J を押すとですね、こんな感じで、こんな感じって見えないか。イヤリングの部分だけが切り抜くことができます。で、これなんでかっていうと、普通のウーマンって書いている、レイヤー、これ自体をですね、コマンド J を押すと、複製されるんですね、レイヤー。なんですけれども、さっきみたいにこんな感じで選択範囲を指定してコマンド J を押すと、ほっぺな部分とかね、こういう感じで切り抜くことができます。ということで、このスキルはですね、ちょっと覚えておいてください。ということで、これはですね、イヤーリングという風に名前つけておきます。はい、続いて、イヤリング、スペル間違ってるっていうね、何気に。はい。いいや、ウーマン選択した状態で、続いて、じゃあ、まぶたのところとかを、こんな感じで切っておきましょうかね。はい。テキと切るんですけれども、まぶたの場合はですね、ちょっと、若干大きめにこうやってカットしていきます。うい、あり、そしたらまたコマンド J を押して、こんな感じで切ります。そしたらまぶたということで、アイリッドというふうに名前つけておきましょう。さあ、そしたらですね、今、こっちイヤリング、そしてこっちはまぶたという、3つ揃ったわけなんですが、この一番下のウーマンですね、この、ウーマン、オリジナルウーマンというふうに名前つけておきましょうか。オリジナルウーマン。はい。オリジナルウーマンがですね、いると思うんですけれども、これはですね、今、アイリッド、つまりまぶたはもうすでに出来上がっているので、このまぶたを動かすとですね、下に映っているこのまつげが、見えてしまうんですね。どういうことかというと、これ、まぶた映ってるじゃないですか。これを動かせるんですけれども、これを動かしていくとですね、まつげがここからはみ出てるっていうね、そういうことに なりかねないので、こうではみ出ちゃったってこうなっちゃうので、ここのところをですね、はみ出た時にならないように、ここのイヤリングもそうですね、こう動かした、揺らした時にですね、おい、イヤリングを、揺らした時に、もう一個下に隠れてるっていうね、そうなっちゃうので、そうならないために、ここの下のオリジナルウーマンから、まつげとかを消していきましょう。で、消す方法いくつかあるんですが、1つ目はコピースタンプツールですね。これを使ってですね、どっか適当なところをオルトキーを押しながらクリックします。そして、ここのまつげのところをですね、スマートオブジェクトに変換しておいて、でここのまつげのところをこんな感じでクリックしていきます。するとですね、コピースタンプツール、周りの色とか、写真素材だったら写真をね、そのままコピーして、そこへと塗りつけていくことができます。なので、こんな感じでまつげの部分をですね、こういう感じで切っていくことができます。この方法が1つ目ですね。ただですね、今回イラストということなので、イラストの場合だとですね、写真と違ってちょっと簡単なのが、ここにある、キーボード B を押していただけるといいんですけども、ここにブラシツールというのがあります。で、この状態でですね、オルトキーを押しながら、どこか適当に、オルトキーを押すとですね、こんな感じでカラーピッカーが出てくるんですね、オルトオプションキー。
なのでこれでクリックをするとですね、色をピックアップすることができます。で、X を押すと入れ替えることができるんですけれども、ブラシなのでですね、コピーしなくてもこのまんまさーっと塗っていくことができるんですね。なので、もうこの方が、まあ基本的に、なんていうんですかね、イラスト素材とかはそんなに色がところどころで変化するということがないので、こんな感じで塗っていくと、まあ比較的簡単にですね、はい、こんな感じで塗りたくっていくことができるということですね。ということなので、まあ、こんな感じで塗りたくっていってですね、なんかこう、はい、こんな感じで塗りたくっていって、まつげの部分を消していきましょう。まあ、ここら辺はちょっと微妙だなって思うかもしれませんが、大体でいいです。続いて、このイヤリングの部分も同じですね。まあ、コピースタンプツール使ってもいいですし、これをクリックして、ブラシツールでね、ここのところをウェーと消していっても、まあ、どちらでも構いません。ぶっちゃけこの留め具のところとかは、まあ、動きを想像していただくと分かると思うんですけれども、まあ、留め具のところってあんまり、なんていうんですかね、動かないですよね。動くのはここら辺ですよね。なので、まあ、ここのところをですね、ウィーンとこう、消していきましょう。ブラシツールを使いながらね、こんな感じで消していって、まあ、目立たないようにしていくのがいいかなと。まあ、目立たない程度で大丈夫だと思います。どうせね、一瞬1秒未満の映像なので、揺れてちょっと見えたとしても分かんないです。なので、まあこんな感じでね、なんかそう言うと視聴者をなんかバカみてえに思ってんじゃねえのかみたいな感じで、視聴者はそういうとこ気づくんだよってね、そういう意見あると思います。本当すみません。気づいてますよね。さっきの映像見たところでやっぱ気づいたと思います。みんなもこういうちょっと雑なところなので、そこのところはすみませんが、まあ、こんな感じで消しておくと、まあ、ここでね、まぶた、そしてイヤリングこう追加した時に、おお、意外と分かんないじゃんっていうね、はい、ということなので、まあ、これで作っていきましょう。コマンド S でコピーをしておいたら、続いてアフターエフェクトに戻ります。さあ、そしたらコマンド N を押して、横1920、縦1080の、まあ、サンプルということで言っておきましょう。長さは2秒ぐらいですね。ここ1秒を1秒と20フレームで最大なので、まあ1秒20フレームでもいいかもしれないですね。1秒20と打っておいて、これで OK にします。はい、これで一応ですね、20フレームのコンポジションを作成できました。そしたらここね、今入れておいたこれを挿入していきます。このプロジェクトに挿入するとですね、ここに PSD レイヤースタイルで M 君分解レイヤーをマージして統合しますかみたいな出てくるんですけども、これをレイヤースタイルで統合しますってこう押すとですね、ここにウーマンラッシャーウーマンがコンポジションここに読み込まれるわけなので、このサンプルの中にもうそのまま入れちゃっていいと思います。はい。するとまあコンポジションにちょうどいいぐらいですね。これでウーマンを開くとですね、このウーマンの中に先ほどレイヤー分けしておいた、こんな感じで1、2、3と3つレイヤー分けしておいたやつが出来上がります。じゃあまず一番簡単なイヤリングの方から動かしていきましょうか。じゃあまず動かしていきます。このイヤリングということで、これですね、イヤリング。はい、イヤリング打っております。そしたらですね、このイヤリング動かしていきたいので、今回はこのパペットピンツールというのを使います。これを押して、パペットピンツール。まず固定されているところ、ここですね。で、イヤリングも今回単調なので、真ん中に置いちゃいましょう。はい、すると、こんな感じでウィン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 と、こうやって動かしていくことができます。じゃあ、この動きを決めていきましょう。まあだいたい15秒フレームぐらいでね、こんな感じで揺れて、でまあ、もうちょい行ったところで、まあこんな感じで揺れるみたいな、こんな感じの動きでいいかな。もう適当でいいです。こんな感じで適当に揺らしてみましょう。これで再生してみます。はい、こんな感じで揺れてますね。非常に揺れてます。はい、これで一応イヤリングがこうやってね、耳からこうやって揺れているやつが完成します。はい。イヤリング OK。続いてアイリッド、まぶたですね。まぶたを調整していきます。まぶたも今回動かしていくために、ここまぶたはですね、ウィンクさせていくと思うんですけれども、ウィンクさせるためにはめちゃくちゃここブツブツブツってめっちゃ、パペットピンツールでピンつけるんですね。で、ここの、やつを見てみるんですが、どれだローワーリッド、アッパーリッド、キーボード U を押します。すると、まあ、こんな感じで3段階に置いてつけてますね。1回目がちょっと目をこう細めるところで、そしてもう1回こう目をグッと開けるところで、使ってますね。で、これはカメラが2段階だからですね、ここからここまでが1カメ、カメラ1ですね、バストアップ、そしてここから、最後までがクローズアップ、
顔面だけという、顔面をアップというところですね。というので2段階にして作っております。で、だいたい1秒から15、1.7 フレームぐらいかな。17フレームぐらい。なので、だいたい17フレームぐらいのところで、なんか動きがあるということで、ここら辺でもういいかな。じゃあ、ここら辺でじゃあ、パペットピンツールこうやって、打っていきましょう。だいたい縁とかね、こういうところとかに打っておくと細かい編集することができます。で、結構ね、範囲が広いので、ここら辺の打つところっていうのは、ちょっと注意しながら打っていくといいかもしれないですね。キーボードを U をします。すると、今すでにパペットピンツール打った場所が出てきますが、ここで最初にじゃあ目を細めるためにこういう感じでちょっとずつこうやって下げていきましょう。で、一応ですね、こうやってパペットピンツールがついておりますので、ここの周りのところは固定されています。で、今こうやって真ん中のところをやっておりますので、こうやってどんどんちょっと小さくすることができます。さあ、これで見てみると、これだけでもこんな感じでね、ちょっと目が広くなるという。目が広くなるという。はい。ヒロポン。はい。さあ、なんでヒロポンって言ったんだろう、今。ヒロポン。いい言葉。はい。ということで、こんな感じで。とりあえず、そしたらじゃあ、もう一回、カクッとこうね、ちょっと上げていきましょう。ヒロポン。はい。こんな感じで上げていきます。さあ、上げていっていいのか、上げて、もう一回下げようじゃあ。もう一回下げていきます。もう一回閉じていきます。瞳を閉じて、平井堅。はい、ということで、こんな感じで、朝目覚めるたびにということで、瞳をこうやって閉じると、こんな感じでね、はい、ピクピクと目が動くという、超今雑に作ったので、なんかここら辺がカクッとしてるんですが、ここのところはね、見ていきながら、ここのところちょっとカクッとしてるよねっていうところあったらやってもいいし、ここにもう一回って追加して、で、ここのところでね、また、ここのポイントをこうやって直してもいいですし、ここのところは、お任せいたします。こんな感じでね、ちょっと追加したんだったらまた一つ一つ調整し直すという感じですね。はい。ということで、こんな感じで作ってあげると、こんな感じでちょっと目がですね、ピクピクとなる、こういったアニメーションが出来上がります。で、非常に、めんどくさいかもしれませんが、これをですね、こっちの目、こっちのまぶた、眼球、この瞳ですね、瞳を閉じてということで、で、下のまぶた、この下のまぶたと上のまぶた一緒に動かすとですね、すごく目の動きが自然になります。で、あとは眉毛だったりとか、口元ですね、口もニコッとさせるために動かしたりとか、あと風に舞っている様子を作りたいのであれば、この髪の毛一本一本を、切り取って、それを一つ一つパペットピンツールで動かしていくという、そういう感じです。じゃあここでできたとしましょう。そしたら続いてです。続いてトランジションの部分作っていきます。トランジションとは何ぞやということなんですけれども、切り替わりですね。こう写真の切り替わりです。このままだとですね、ただ写真が動いている部分ですね。ここまでは出来上がりますが、こんな感じで今、動いてますが、この動きをじゃあまずカメラで作っていきましょうかね。はい。ということで、またピクチャー008というふうにこのナンバーつけています。これがですね、一応女性がこう入っているコンポジションごとに、ピクチャー00なんとかっていうふうにつけているんですね。名前を分かりやすいように。これがピクチャー003ですね。で、こんな感じで寄っていって、2カメで、クローズアップ。引きの部分はバストアップから、そしてこっちが、顔ですね。顔をアップしているんですが、このウーマンラッシュ、サンプルのところを見てみると、こんな感じでウーマンが入ってサンプル、ここでウーマンが入ってて、ピクピクとこう動いているわけなんですけれども、これですね、今作ったやつですね、ピクピクと動いているわけなんですけれども、これをカメラの動き作っていきたいと思います。ということで、コマンドオルトシフト使用してカメラ作成しましょう。はい、これで、OK です。で、また今度はコマンドオルトシフト Y を押します。すると、ヌルオブジェクトというのが出来上がります。はい。これで、OK ですね。続いて、今回はですね、開き上がって、ここですね。ここのところでカメラが切り替わるようにしていきたいので、ここでオルトキーを押しながら閉じ括弧を押します。すると、こんな感じで、カメラを2分割できます。そしたら、このカメラヌル3、2つ設定している状態でですね、このカメラをですね、ヌルオブジェクトにこうやって親子指定のこのウィップを引っ張ります。
するとこの塗るオブジェクトをこうやって動かすことでカメラも動かすことができるんですけれども、このウーマンが 3D オブジェクトじゃないので、このウーマン、そしてこの塗るオブジェクトを 3D オブジェクトをオンにします。すると塗るをですね、キーボード P で動かすとこんな感じでカメラの動きを制御することができます。はい。これはこれで OK ですね。そしたら続いてカメラ1と塗る3、これを選択してコマンド D で複製します。で、コマンド閉じ括弧で上にあって、このカメラの動きはね、こんな感じでしてあげましょう。すると一応ですね、これでカメラ、こっちはこっちで制御して、こっちはこっちで制御するという、2つの動きが出来上がります。ちょっと分かりやすいように色分けしますね。はい。こんな感じで分かりやすいようにちょっと色分けしてますが、1カメがこっちですね。1カメが黄色。で、2カメが赤という感じで分かれているんですけれども、これで、一応制御できるのでやっていきましょう。まず1個目、バストショットなので、キーボード P を押してポジションオンにします。で、一応ですね、こうやってぐーっとちょっと近づいていく感じですね。はい、これでですね、1カメは、こうやって遠くからちょっと近づいていく感じ。で、2カメに切り替わるという感じなんですけども、これで OK ですね。はい。続いて2カメの動きです。2カメの動き、これはキーボード P を押して、今回はですね、ちょっとポジションは顔にクローズアップしていきたいので、ここら辺にしておいて、最初からちょっと顔に近いところから始めていきましょうかね。こんな感じで。そして、ポジション P を押して、で、ポジションをですね、ズン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 と寄っていきます。ちょっともうちょいこんな、ちょっと下でもいいかな。目に寄っていくという感じですね。こんな感じでいいかもしれませんね。さあ、すると、こんな感じで、ドゥーン、ドゥーンっていう。ドゥーン、ドゥーンっていうね。ここでキーボード N を押すと、ここで切ることができるんですが、ドゥーン、ドゥーンっていう。こんな感じの動きが出来上がります。ここはもうちょい目の方へと寄っていくように、こっちのポジションとかもね、ちょっと調整していくといいかなと思いますが、こんな感じかな。もうちょい。こんな感じで、正面に寄っていく感じ。ちょっと上向きかな。上向きだったので、もうちょい上の方へ。こっちか。これぐらいの方がいいかな。シュッシュ。こんな感じでいいのではないでしょうか。ここはいろいろ作り方あると思います。こんな感じでいいかもしれませんが、いろいろやってみましょう。あと他にこれを押してですね、コマンド D をして複製します。でキーボード P をして、もしくは、スケールですね、キーボード S を押してスケールで、こんな感じで拡大させておいて、キーボード P で、ポジションをこんな感じでね、左の方へと複製しておいて、キーボード T で、不透明度をこんな感じでちょっと下げておきます。すると、お分かりの通り、こんな感じで、ちょっとわかるんですけれども、同じ動きをしてしまっているので、キーボード P でポジションを後ろの方へと下げていくといいかもしれないですね。おっと、しまった。パペットピンツールを押してしまった。パペットピンツールを押してしまったぜ。違う。これではない。キーボード P を押して、こんな感じで位置をずらしておいて、キーボード S でスケールを押してね、ここら辺に設定しておくと、手前と後ろの女の人の動きがちょっと違うっていう、奥行きが出る感じですね。ここら辺で調整していくといいかと思います。ほい、ほい、こんな感じでね、ちょっと動き方を調整していくといいかなと思います。はい。で、他に背景作るために、コマンド Y を押して、背景作っていきましょう。何色でもいいです。で、ここでエフェクト&プリセットのところから、ベネチアンブラインドというのがありますので、これを選択します。で、ベネチアンブラインドのトランジション、コンプスレインを 40% ぐらいにします。で、太さをこうやってダーッと上げていきますよ。そうするとこんな感じになりますので、これで、これを背景にしてもいいかもしれないですね。こんな感じで。で、キーボード T を押して、薄さとかを決めてね、あとコマンド Y を押して、別に白の背景とかを作っておいて、一番後ろに配置すると。するとこんな感じになりますので、これで一応背景も伴ったカメラのズームの動きとか出来上がってます。他に好きだったら、キーボード P をして、これをもうちょい動かしたりしてもいいと思うんですけれども、ここら辺はお任せいたします。スケールをしてね、こんな感じで広げて、キーボード P で、ポジションのところを
こんな感じでちょっと動かしていってもいいのかなと思いますが、でこんな感じで、動かしてもいいかと思います。まあどうでもいいです。ここら辺はポイントじゃないですね。はい、こんな感じで一応ワンターンできました。はい、じゃあ続いてです。続いてはですね、この切り替わりの時にこのバウンスするトランジションですね。もうこれさえ出来上がればもうあとはもう完成です。ほぼほぼ完成ですね。これはどうやって作ってるのかというと、ファーストボックスブラーと、チャンネルミキサー。これは、色の設定だったりとかするんですけども、チャンネルミキサーはあんまり作らなくていいです。要はここではファーストボックスブラーを使ってキーボード U を押すんですけれども、こんな感じで一瞬だけボックスブラーを上げて、そしてブラーを元に戻すということを繰り返しております。なので、さっきのウーマンをもう一回じゃあ複製して作ってみましょうか。コマンド N を押して、また新規コンポジションですね。ここで、10秒に設定しておきます。そしたら今作った、サンプルですね。どこだ？サンプルはどこだ？出てこい、サンプル。はい。ということで、こんな感じでサンプル出てきました。で、サンプルなのでコマンド D を押して、もう一個複製しておきます。で、こっちは分かりやすいように、じゃあ色をですね、ヒュー&サチュレーションのところから色をちょっと変えていきましょうか。こんな感じに変えておきましょう。ちょっと分かりやすいようにね。1個目と2個目が分かりやすいようにちょっと色を変えてみました。で、続いてです。先ほど説明したように、コマンド Alt-Y をして、新規調整レイヤー作成していきます。そして、エフェクト&プリセットのところから高速ボックスブラーですね。ファストボックスブラー。これを適用しましょう。そしてですね、まず最初、登場シーンですね。で登場シーン、前にキーフレームがあると思います。で、このキーフレームのやつを、他にね、こうやって前にコマンド D をして、で、どっかここら辺とかに調整したりとかして見ていきながらやるといいかと思います。で、例えばここら辺で、ボックスブラーかけようってことだったら、ファストボックスブラーラディウスのところにチェック入れます。で、だいたい1、2フレームぐらいで変えるとしたら、ここでボックスラディウスをこうやってね、上げていくんですが、このままだと、縦と横両方ともブラーかかっているので、今回じゃあ縦に、ブラーかけます。するとこんな感じで縦だけにですね、こんな感じでブラーかかるので、あとはリピートエッジで下の黒い部分を消してあげましょう。はい。で、キーボード U を押して、また1、2と進んだら、今度は、ファーストボックスブラーラディウスを0にします。すると戻ります。これでですね、一応、シュッとバンとバウンスして、切り替わる、こういったエフェクトが出来上がります。あとはですね、これをどっかこっちの方にコマンド V で貼り付けをしたら、これだけでですね、こうやってバーンと切り替わる、こういったなんていうんですかね、アニメーションの完成です。非常に簡単ですね。こんな感じで実際作ってみると簡単なんですよ。で、個人的にはですね、先ほどご紹介したベネチアンカットでちょっと画像を粗くしていたりとかするんですが、基本的にはこういう感じで作っております。イラストをですね、部分動かしておいて、でそれに対してトランジションでちょっとバウンスする、トランジションをかけておりますので、ぜひともやってみてください。また、このアクションムジカのチャンネル登録もまたよろしくお願いいたします。たびたびですね、私が、発見したエフェクトだったりとかをここで、真っ先に公開していきますので、登録しておくと、こういうの今度するんだみたいな感じで思っていただけると、幸いです。はい。ということで、今回は以上です。ここまで見てくださり、本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。じゃあね、またね。NG 集もあるので、暇な人は見といてください。